さんこんばんは、ミクです。私は今羽田空港にいます。これからねソウルに行くんですけど、昼の12時に着いて明日の夜8時の便で日本に帰ってきます。1泊2日の弾丸ソウル旅です。今回は韓国通のお友達愛ちゃんと2人で行くんですけど、お互いね仕事があるので現地で合流します。私たちが今気になっている最旬のソウルスポットをお届けできると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。では行ってきます。やっとソウル市内に着きました。愛ちゃんと合流します。愛ちゃんももう近くにいるみたいなんだけど、サイソウルっていう和菓子カフェに行きたいと思います。なんか韓国今お茶ブームというかティーサロンがいっぱいあって、和菓子とね韓国茶だったりとか台湾茶が飲めるサロンがいっぱいあるので、その中で気になってたサイというお店に行って愛ちゃんと合流します。会えたね。会えた。今日は愛ちゃんと一緒に1泊2日ソウル楽しんでいきます。イエーイ。A と C にする？うん、そうしよう。なんかこれとこれはちょっと似てるもんね。そうね、A と C にしたら可愛い。サイで和菓子とお茶のセット頼みました。2つの和菓子に対してお茶1つです。でまず A セットがハスの葉をイメージしているものが練り切りで、ホワイトチョコレートマカデミアが入ってます。これが夏のサンセットをイメージした色。素敵。器あんの上に透明の羊羹が乗ってます。で愛ちゃんはアイスグリーンティー。はい、なんかお花が浮いてます。ね、かわいい。そして私は C セット。これがなんか木漏れ日をイメージしてるもので、あんずあんが入ってます。でこれが夏の肌でレモンあんが入った羊羹です。透明羊羹。そして私はアイスの白茶を頼みました。美味しい。暑いから最高。最高だ。色の使い方がうまい。くすみカラー、この色。レモンあん美味しい。ホワイトチョコレートマカデミア。チョコレートの塗りすぎ。本当？うん、本当だ。おいしい。これ一番韓国っぽい。なんか美味しいよね。日本にないテイスト。日本にない。なんか食感も楽しいかも。わかる。美味しいこれ。いや美味しいや。一泊二日のさ弾丸なのにさ、こんなまったりしてていい。やっぱ一番滞在時間長い。そうだよね。もっといっぱいいろんなことしなきゃいけないのに。そうだよ。めっちゃまったり。いっちゃんはさ、その SES に登録してたからさ、入国ゲート着いたらもうすぐ入れるの。へで、荷物も今日さ、リュックだからさ、マジで爆速で出れた。あ、じゃあ弾丸するならここよりインチョンで SES。インチョンでするんだけど、インチョンするんだ。ね。すごいすぐ。あ、じゃあもうそれがいいね。弾丸だったらね、時間無駄にしないね。夏休み入って人が結構多いって聞いてたけど、普通の外国人の電話めっちゃ並んでて、けど SES 登録してると韓国人たちと同じように人が少ない方に行けるから。早く空港出るならインチョンだね。特に弾丸のあとこのハプチョンがさ、空港から近いからよかった。あ、そうだね。一旦ホテルに荷物置かないで、私のハプチョンの駅のコインロッカーに入れて、そうするとすぐ買い物とかさ、すぐお茶に出かけれるからいいよね。
昨日さはい、ここはマンゴー市場に着きました。市場ですね。はい。カンジャン市場が有名だよね。カンジャン市場がね一番有名だと思うんだけど、マンゴー市場はねローカルの人の方が多いかも。ここで遅めのお昼ご飯を食べていきたいと思い順番がます。逆になっちゃった。確かに。でもね、サイはね、和菓子が結構早い段階で売り切れるらしいから、そう早めに行った方がいいらしくて、なのでお茶飲んでから今からご飯です。こちらのお店でこのキンパが1人前7個入りで5000円も。1人前を2人でシェアします。イエス。こっちのおでんもあるよ。辛くないやつもある。おでん食べたい。食べよっかな、私食べよう。私も食べる。1本ずつ、ピリ辛サキイカキンパ、これで5000ウォンだね。500円ぐらい。いただきます。イカがしっかりしてる。結構辛い。たくあんとかきゅうりとか入ってて、美味しいよね。具だくさん。真夏のおでん。韓国のさ屋台のおでんってさ、透明なやつでもピリ辛じゃん。ここはさ辛くないね。本当はね、辛くなくて、キンパが辛いから残しといたら確かに美味しいかも。そうかも。これはカルブクスの麺を今ここで売ってます。カルククス。そう、これもじゃああれか、このまま頼んでお腹で食べれます。行列ができてるチキン屋さんに並んでいます。一口サイズのチキンがいろんな味であって好きなものを選べるんですけど、5000ウォンで小さなこれぐらいのカップに1つのフレーバーでチーズ、マスタードとか、あとはヤンニョム系のものとか、奥のチーズ人分のやつも美味しそう。なんかすごい並んでたチキン屋さんで5000ウォンのカップに入れてもらったフルーツスイートソースチキン、多分さオレンジチキンみたいな感じね、パンダエクスプレスとかであるような、それを買いました。でトッポギをおまけに2つ入れていただきました。このお店です。大好きこの韓国のチキン。いいねこのサイズ感、一口サイズだ。めっちゃ良い。想像通りの味。この味が食べたかった。わかる。ほんとオレンジチキンだね。甘酸っぱい。マジで美味しい。なんかさサクサクじゃない？回転率が早いから出来たてで美味しいね。おすすめです。ぜひ食べてください。いただきます。うわ、ふわふわ。美味しい。中にも何か入ってる。何か入ってるね。ほうじ茶っぽい色と、そしてチョコのキューブみたいなのが中に入ってます。めっちゃほうじ茶の味するよね。中に入ってるチョコめっちゃ美味しい。なんかどこを食べても違う味のくる。違う味と違う食感がくる。美味しい。空港からそのまま買い物入れたかったので、この駅のコインロッカーに預けました。これはね、この T ロッカーっていうアプリをダウンロードすると入れれます。この54番に入れてるんだけど、この予約してるやつ、入れてるやつを押すと使い捨てパスワードが出て、それをここに打ち込むと取り出せます。で入れる時もね、こういう使い捨てパスワードが出てきて、それを押すと扉が開く。そうなんだ。はい、こちらです。T ロッカーから電車に乗ってノッサピョンっていうイテウォンの隣の駅
に行きます。でこのね T マニーカードをね Apple Pay に入れてるので、こうスイカみたいにピロってね、使えるの、これすごい便利。これ去年から始まったらしいので、カードいらずで iPhone に入れることができます。でこれで乗っていきましょう。ノッサピョン駅降りて、今から TWL という食器、はいとかいろいろ私たちが求めてるものを買いに行きます、作家さんのねガラス食器とかそういう茶器みたいなやつとか、そういうのをねちょっと見に行きたいと思います。このエリア初めて来たかも。ちらほらさ、カフェも可愛いの結構あるよね。いつも行かないエリアばっかり行ってて、今回の韓国旅楽しいです。一番上の3階の階が食器とか調味料のコーナーで、こういうマグカップとか小皿とかそういうのがたくさん売ってます。めちゃくちゃ可愛い。これ見て、クマさんのワンポイント入ってる。ローステッドコーンうまみクリーム、コーン茶かなっぽいね。あ、これいいな。あと私あれ欲しい。これここに茶葉入れて抽出して、なんかボタンを押すと勝手にチューってなるほど下に落ちてくれるの。本当だ。そう、これ欲しい。これ買う。これめっちゃいいじゃん。これ面白い。これ高麗人参が入ってる蜂蜜で、この蜂蜜がこんな感じで素敵に包装されて売られています。あと私が気になってたのがこの曇りガラスの平皿ですね。可愛いね。和菓子とか置くのにさちょうどよくてさ、このタイプとあとこれも欲しい。これいい。可愛い。これの白とかすごい欲しい。なんと2階が中国茶器です。ちょっと韓国ナイズされてるようなこの受け皿、かわいい。見てこのかわいいピンクの茶風、かわいい。待って、求めてた茶葉入れだ。かわいい。この辺のさ韓国っぽい真鍮の貸し台みたいなやつ、すごいかわいいね。すごいね。どうしよう。3階でも爆買いして2階のこの茶器コーナーがあると思わなくて、韓国のさやっぱセレクトってさ、ほんとセンスいいよね。多分韓国で作られてるものもあるし、多分日本のものでもあると思うんだけど、とにかくセレクトが可愛すぎて、この箸付きの茶杯とかすっごい可愛くて、この辺の作家さんが作ったであろうこの茶器も可愛い。ちょっとこの見て星みたいな、ちょっと現代風。現代風だね。そう、箸置き可愛すぎない？可愛すぎる。可愛すぎる。花瓶だって。花瓶も可愛い。可愛い。モビールすごい可愛くて、こういうガラスのやつとか、あと見て夏らしく風鈴。本当だ。可愛い。茶葉も売ってる。めっちゃいい香り。ウーロン。ウーロンだ。あ、本当だ。なんかチョコみたいな感じの。ちょっと甘い。あ、でもこれすごい。このお試しぐらいのやつが1袋800円ぐらいで、高くても1600円ぐらいだから、何個か買って試し飲みしてみるのもいいかも。トラディショナルコリアンハーバルミントとか。あ、それいいね。匂ってみよう。夏にちょう嘘。ど冷たく飲みたい。いいね。確いいよねかにアイスにしたい。でも全部5グラムだよね。いいお試しサイズ。人にもあげやすい。いいじゃん。買いすぎた。見て、2袋
各フロアで買ってたもん。ちょっと可愛すぎる。この Things We Love っていうお店、本当におすすめ。めっちゃいいよね。そう結構日本のブランドのものもあるんだけど、やっぱセレクトがいいのと、良い茶器系とかは日本にはないポップな感じだったりとか、カラーものとかそういうデザイン性が高いものの茶器セットみたいなのがあって、あの茶器のフロアがこんな一気にこんな可愛いの見れるんだみたいな。そうやっぱちょっと今韓国お茶ブームあると思うんだよね。確かになんかその1軒目にサイ行ったみたいに、ちょっと和菓子とお茶みたいなのが流行ってると思うから、それに関連するグッズみたいなのも出てて、お茶そんなに興味ない人でもちょっとワクワクするようなデザインのものが多かったと思います。わかる。食器もすごい可愛いのいっぱいあったから行ってみてください。可愛かったです。では次はソチョンの方に移動します。ソチョンに行ってまたお買い物にします。My guitar, a lesser town. Drew my heart a little wall, but I felt things were better now. I belong in your arms. Gotta pick a かわいい。なんかこのさ、ちょっとこう薄手のアンギョイな生地の服って韓国すごいさ得意というかさ、私好きなんだよね。こういうちょっとさセンシュラルな素材とかで混ざってるのいいよね。これかわいい。スカーフ付き。かわいい。下にスカートとか履きたい、デニムにも合いそう、生活雑貨も売ってるの。かわいい。body's weak when you're around, and I don't know how you do. Can you play the tunes we used to? Just stop the time and listen, babe. Live high, fly to the moon. Take a second, rewrite the start. Be my sweetheart, you're ever glowing, babe. Can you feel my love from afar? ずっと来たかったトーベでお茶会です。これトーベといえばのレモンゼリー、夏は特に食べたいゼリーだよね。でわかる。であなたがトーベのオリジナルブレンドみたいな自分で入れれるこの茶器セットをね用意していただいたのと、私は白桃ウーロンです。私もこの小さな茶風に茶会とか用意してもらいました。で入れ方もねちゃんと日本語で書いてくれたものを渡してくれます。すごい甘い香りするの。トーベオリジナルウーロン。本当だ。なんかキャラメルとかそっち系の香りするわ。すごいよね。Fly to the moon. Take a second, rewrite the start. Be my sweetheart, you're ever glowing, babe. Can you feel my love from afar? すごい白桃の香り。全然桃食べてるみたい。ちょっと言い方的にいい香り。なんかミルクティーみたいね。その匂いがそのミルクティーみたいなね。これ食べたかった。美味しい。レモンでもめっちゃ美味しい。これなんか家でも作れそう。ぶっつけてみようかな。結構サンプルも美味しい。今度作ってみよう。作ってみて。スマル最高。幸せじゃん。肉。さっき買ったってよ。でもね、この神戸ずっと行きたかったのね、ずっと言ってるもんね。そう、この神戸のピンクの翡翠っぽい感じの茶器をずっと欲しかったの。わかる。で結構ない時あるのよ。そうだね。そう、これめっちゃあって買いました。急須と茶杯を買わせていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうトーベ。めっちゃ良かったです。
美味しかったお茶もね、美味しかったね。すごく美味しかった。茶葉もいくつか買ったのでそうなの。また紹介します。じゃあ次は夜ご飯4ちゃん4杯行こう。じゃあ4ちゃん4杯に来ました。来ました食べたかったユッケビビンバ。幸せ。ここにご飯入れるってことだよね。そうだ。で混ぜて食べる。で天ジャンチゲもついてるの。でそして付け合わせ。角的とかナムルとか。初めて私ずっと来たかったんだよね4ちゃん4杯。メイン時間を外せばちょうどいいね。そう並ばず入れたね。今9時ぐらい。 9時ぐらい。はいユッケを軽くほぐしてからです。こうやってね、ほぐしてご飯を混ぜます。でもご飯の分量は好きにしてください。だってこれで食べてもいいしさ、天ジャンチゲと米でも食べれるからさ。あーそっか全部入れなくて。全部入れなくても私はいいと思いま確す。かに。でなんかこれが混ざりきらなさそうだったら、天ジャンチゲの汁を入れるんだ。あそういうこと。そうこのそうそうそう。あちょっとねそう汁気を足して。汁気を足して混ぜやすくするね絶対うまいじゃん。大好きこういうの。っていう感じです。どうですか？うま幸せだよね。え幸せ。なんか味も濃すぎないのがいい。わかる。美味しい。なんかさごま油にまとわせられてる感じ、だからかな。ご飯とさサンチュによく絡んでいいよね一体感があってマジで美味しい。めっちゃ美味しいんだけどもっと早くさ40円かくればよかったいつも絶対タッカンマリは食べに行くわけ、でもタッカンマリも好きだけどさ、私ユッケの方が好きだからこっちかも。このチゲのさ臭みも逆に美味しいんだよね。美味しい。美味しい。多分さ納豆苦手な人はちょっと難しいかあもしそうだね。れないけど、ちょっと発酵系の味。うん本当美味しい。もう一人前ぐらい食べれるもん。本当好き。はい、ホテルに戻ってきました。私たちはね一緒の部屋に泊まるんですけど、今回は JW マリオットホテルトンデムに宿泊します。はい、ルームツアーしていきたいと思います。まずね立地がいいんだよね。そこからちょっと話していこうかなと思うんだけど、トンデモンの駅直結なんだよね。そう窓から見えるのがトンデムンの問屋街、まあ、こっちの右の方には TTP っていうそうだね。ファッションビルがあったりとか、夜遅くまで遊び尽くせるそんな場所にしました。はい、今回あれだもんね、ホンデの方も行くしカンナムの方も行きたいから、なるほど全体的な真ん中でトンデモンにした。なるほど。そうアイタンがねその場所をね選んでくれて、でまあ1泊だからちょっといいホテルに2人泊まっても2人で割ったらね、割と割安なのでちょっといいホテルに泊まることにしました。クイーンぐらいのサイズそうだね。のベッド2つ、デスク、冷蔵庫、お水もねいっぱいあるね。あります。1人2本ずつ。あとはクローゼット、金庫とで引き出しか。あもうもうクローゼットとバスローブに、あとこれいいね、スリッパ、ふかふかタイプのねスリッパあります。バスルーム、トイレがあってシャワーブース、そして湯船で洗面台ですね。お待って、今時めっちゃ珍しい。これアメニティが超充実してる。本当だ。今ねエコだからさないよねじゃん。大体。あ、だからさ金かかるんじゃん。1個に対して200円ぐらいかかるけど、でもさ特に歯ブラシを忘れた時、ね、めっちゃいいじゃん。お金かけたとしてもさ使いたいよね。買いに行くのめんどくさいから。ボディーローションとかもあります。やっぱちょっと大人の旅はさ睡眠大事なので、一泊こそこういうそうだね。ちょっと5つ星みたいなところに泊まりたいなと思って、今回私たちはこちらのホテルに一緒に泊まります。はい、いやもう今日ねめちゃめちゃ
やばすぎる。韓国久しぶりなんだよね私。最後3人で行ったぶりだよ。だからもう1年以上1前。年以上前じゃないあれ。そうだから久しぶりすぎてさ、1日目からさ買ったものいっぱいあって、まあ、この辺の茶器系はねもう買おうと思ってたから、ね言ってたもんね。そうだから絶対もうこれ想定の範囲内の爆買いなんですけど、想定の範囲内で、はい、でもこれはちょっと日本に帰ってからね紹介したいと思います。茶器系はあんまり皆さん買わないと思うんですけど、そうだねこういうオリアン系のものってこれから韓国に行かれる方はさ知りたい人多いと思ってて、でやっぱ愛ちゃん韓国通で知られてますし、はいもう2週間前にも韓国に行ったということで、全部愛ちゃんにね教えてもらったものをほとんど買ってきたので、ちょっと愛ちゃんにさ使い方とか教えてもらいながらちょっとおさらいしていきたいなと思って、まずこちらです。じゃーん。これはアロセルのバブル美容液か。バブル美容液。これはなんか炭酸タブレットみたいなのが中に入ってて、ここの上にあるのかな。そう上の部分に多分タブレットが入ってそうなの。てポンプが別でついてます。でこれはコラーゲンで、まあ、張りとか弾力とか PDRN が入ってるはず。あれだよね、こうシュッてポンプしたら泡が出てくる。そうそう泡が出てきて、それをこう肌に乗せ乗せてるんだよね広げていくの。っていうセラム。これがね、このアロセルがやっぱすごくよくて、バブルセラムマスクって言われてて、もうほんと化粧水の後、これだけで完結させれる。あ、本当。じゃあ朝とかいいね。そうそう、朝ほんと急いでる時とか、なんかまあ導入液かトナーを塗ってこれをするって感じ。なるほどね。そしたらもうそのままメイク始めれるってやつですね。バブルマスクとか知んなかった。最近でも韓国はすごい多い、泡タイプで出てくる美容液がすごい多い。でも確かにさ、泡タイプの方がなんかタラタラしないから、こうなんていうかちゃんと全部に行き渡らせてる感じが出るよね。なんかやっぱ手だとさ、全体に多分均一に伸ばすのが難しくって、泡だとしかもその炭酸とかでより中に入ってくれるっていう感じをなんか実感できると思う。テスターがあって触った時の感覚がすごい良かったから、よかったよね、買いました。次、あ、これもうこれ大好きなのこれ可愛くないですか。これはどこのセルフュージョン C トナーパッド。トナーパッド、クーリングトナーパッドで、もうセルフュージョン C といえばこのトナパなんですよ。そうなんだ。知らなかったんだけど、セルフュージョン C っていうブランドを私割とねずっとあるんだけど、クーリングトナパといえばこれかも。で最近ほんともう暑いじゃん。暑い。一旦肌をクーリングさせてから鎮静させてからスキンケアをしないと、やっぱ肌荒れにつながりやすいっていうことで、クーリングかわいいかわいいかわいい。何それ。何これ、かわいい。かわいいピンクコラボでなんか何これ。これね、ピングコラボさ、目代わりの時とかもやってたんだけどね、もうねすぐ売り切れてたの。嘘、嬉しい。スイッチをね買いました。確かに。あ、かわいい。あ、ひたひたに入って、でもこれテスターでつけた時にひたひたすげない。わかる。私液だれが本当 NG 人間でNG 人間なんで。しかもめっちゃ冷たいのね。いいよこれ。これめっちゃ気持ちよくない？びっくり。マイナス 5.7 5.7度って書いてある。で、この肌の温度がマイナス 5.7 度ぐらい下がるっていうこと。肌温度が高いと肌が揺らぎやすくなる、刺激を受けやすくなるから、一回こうクールダウンさせるっていうのは大事です。いいね。なんかこれからちょっと韓国に行く方、セルフュージョン C のこのクーリングのやつ、これ鹿のやつもあって、鹿パッド、それはマイナス5度なんだけど、私はこの買った方がマイナス 5.7 度より冷たいので、これおすすめ。これはなんか男性にもおすすめしやすい。わかる。日焼け止め塗んないじゃん。塗らないじゃん。あとさ、最近さランニングとかそのトレーニング終わりとかも多分あると思うから、そういう時に本当良い。サウナ終わりとかもいい。めっちゃいい。はい、こちらセルフュージョン C のクーリングパッドです。次、ラウンドラボのクレンジングパッド。あれだよね、化粧落としってことだよね。私拭き取りのさ化粧落としが好きなのね。私は本当美容出るまで化粧落としてるから基本。だけどなんかこういう染み込んでるやつ楽じゃん。楽で、このラウンドラボが私すっごい好きな。これもラウンドラボはもう本当めっちゃ良い。そう、これも愛ちゃんに教えてもらったの。2年前ぐらいの韓国でラウンドラボ教えてもらってから、もうラウンドラボ虜。確かになんかね、癖がないっていうか、わかる。刺激
激がマジでないしわかる、匂いもしないのもいいの、それがいいよね。そう私は基本なんかどんな肌の時でも使えるものが好きなのね、うん、特にパッド系は。確かに確かに。だからなんかそういう意味でラウンドラボってマジ信頼。確かに。てかこれ60枚も入ってるんだね。めっちゃ入ってるねしかも大判だよね結構。うん、すっごい大きい。こんな大きいんですよ。1枚でいいかも。このモイスチャリングなんでやっぱ潤いを与えながら落とすっていう感じのクレンジングパッドです。絶対良い。韓国はこのパッド系がねすごいのよ、ね、だから行ったら毎回こういうの買って帰ります。間違いない。あとこれだ、そうだ、我々が一旦試しで買ったはい、こちらも大好きエストラのフェイスマスクです。エシカスージングリペアマスク。はい、これのパッドが大好き。わかる。もうこれも愛ちゃんに教えてもらって買った時に韓国でねめっちゃ良かったの。あれ本当にいいんだよな。なんか本当に薄いしわかる液だれしないしわかる密着感良くて、うん最高だったのね。わかる。で韓国行けなかったんでその後、うん買えないと思ったら、日本で本当に 1,2 年前に出てきたの、でもそう違うの。そうなんか日本ではないんだよね、うちらが買ってるお気に入りのやつが。そうでなんかそれがなくて、でさっきオリアンに行ったんだけどオリアンもなんか日本で売ってるやつと同じちょそうなのっと分厚めのパッドなのね。そう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 だから2年前ぐらいに使ってた薄めのパッドが行方不明です。もしかしたら廃盤になってる可能性があるんだけど確か、それのもしかしたらこれがフェイスマスクになってるかもしれないっていうね希望で買ってみました。これ買って今日使ってみて、よかったら明日買おうかなと思ってま箱で買うかもすね。やっぱエストラは本当に良くて本当に全部いいんだよな。エストラのミストとかもある。大好き。エストラのハイドロのなんかジェルクリームとかあれもいいんだよな。もうめっちゃ使っててわかる何回もリピ買いしてるの。だからエストラは結構ねオリアンで何買っても結構外れなしだと思います。まあ日本でも買えるんだけそうだど、ねパックは日本ではないかな。確かに見てないかも。のでこういうのは試す価値ありかなと思って今回試してみようと思います。あとはオーラルケア、そうだ。マウススプレーなんだっけ、あれユッケ食べた後だあ。とユッケ食べた後にプレススプレー使うって言って一緒に使わせてもらった時にめっちゃいいじゃん、ミンティア食べるより良くないっていう話をした後にオリアンに入ったらこういうのがさいっぱい売ってて、めっちゃ一種類あったよね。ほぼパケ買い間違いないです。あとこちらコザのメラトニンのグミ、メラトニンのねそういうグミとかそういうの飲むとよく眠れたりとかするから、眠れない日にさ、摂取するみたいなのねあるじゃない、それのグミなんですけど、これがなんか5ミリ入ってるって愛ちゃんが言ってて、私がいつも買ってたやつは、うん CJ が出してるメラトニンのグミで、うんそれは全部 1mg の配合だったの。 1mg ってキッズも食べれるメラトニングミみたいな。ね、だから 5mg はあんまり見ない。アメリカとかはまあ 10mg とかはあるけど、なんか 10mg はさなんかちょっと怖くない？そうね、ちょっとちょっとまだ段階を踏んでいきたいじゃん。目覚めれないかもしれないっていう不安あるよね。で 5mg だったら大人でもいいのかなってちょっと思った。かわかわいい。いい。これなんかセットになっててグミを持ち歩けるカンカンと、うんちょっと個包装されてるグミとケースの中にグミが入って30日る。分入ってるんだって。あとはこちら、これも愛ちゃんに教えてもらって買ったんだけど BB ラボのレモンデュアルショット、レモンとオリーブの絵が描いてあって、これねオリーブオイル 65%、 レモンジュース 35% でスパイシーオリーブオイルの味なんだけど、そうなんだ。オリーブオイルが腸の滑りを良くする感じで、腸活として最近こういうデュアルショットのアイテムがめっちゃ多いの。お通じがちょっと良くなったりとかそうそうそうするからでビタミン C も取りつつそうそうそう一つで二役っていうか、いいよねこの個包装タイプ。そう私は旅行とかに行くとお通じの具合わかるがちょっとね変わっちゃうの、ルーティンが変わるよね、うん食べ物でやっぱ変わるじゃん。だからこれを一応旅行行く日数分持ってくるっていうのがなる最近ほどね決まり。あともう一つ同じスティックタイプのものでオールザベタうん、のレモンジンジャーショット。これ良さそうこれ良さそう。今今飲まないこれ。飲みたい。このオールザベターって、うんオリーブヤングがオリーブベターってインナーケア特化のブランドを出したのね、うん、オールザベターっていうのはそのオリーブヤングのブランド。このまま飲んでいいね、ショットだもんね。これだって明日元気になるからジンジャーだし。わかる。冷え性の人とか特にいいよね。いいよね、夏でもさ。大事だよ。なんか冷えたもんばっか飲んでるから、うん今日とか。そうすごいジンジャー。ね、ヨーロッパ圏でジンジャーショット売ってるじゃん。うんとか売ってるホールフーズに、うんあれあれ。そうあ、でもね、美味しいよ。うんうんうん。これすっごい飲みやすいです。酸っぱすぎないしレモンが。本当だ。ビタミンミネラル6種類だって。
いいこれすごい味美味しくておすすめ。あともう一つはもうこれ絶対韓国行ったら買って帰るこのヤッカ大好きこれ。美味しいよな、それ。あとこれだ。これはトンデムンのミミラインっていうニューニューの近くにあるお店の一番上の階、スキンケアコーナーとこういうちょっとお土産コーナーがあるんだけど、このね韓国海苔を買いに行ったんですよ。これだけのために行ったんです。さっき言ったんですちょっとすぐそこだからって言って。これマジこの前買った時に友達と分けたの、これ16個入りか、16個入りで12000ウォンだったので、1個食べたら美味しすぎて、もうトリュフとなんかただただトリュフの味がついてるだけじゃなくてバターの味もするの。あ、いいね。ちょっとフレンチ味っていうか、そうでも、ごま油の味もするんだよね。めっちゃいいっていう韓国海苔。どこのこれ？これはね読めません他にもトリュフの韓国海苔はあるんだよ。そうね、いっぱい売ってるよね。けどこれが美味しいの。これが一番好き。これさ、よくない？ばらまきにできるし、それがだから味が3種類あって、このトリュフのやつとバターとあとこの明太子があって、なんかそんな美味しいならって言って、私あんまトリュフそんなになんで、明太子買ってみて食べてみようこれ。確かにパケが可愛いよね。パケが可愛いの。こんな感じの韓国海苔なんだけど、でもさ、ちょっとさ、見えるかな、すごい明太子がつぶつぶがついてんのよね。めっちゃうまい。美味しいでしょ。美味しいでしょこれ。明太子パスタの味じゃない？そう、これめっちゃ美味しくない？美味しいよね。私がわざわざ行く理由分かった夜中に、やばいよね。バターが本当に効いてる。そう、このバランスがいいんですよ。すごいこれ。感動しない？マジでちょっとトリュフ食べたいかも。でしょでしょ。食べていい？トリュフそんなだけど食べてみたい。いただきます。すっごいトリュフの香りするでしょ。でもトリュフはあんまね分かりづらい。うまい。美味しいよね。でもバターがあるからそんなトリュフじゃない。驚き。最高じゃない。正直なんでこんな海苔のためだけにあそこ行くんだろうってちょっと思ってたよ。私もちょっとだけね。ちょっと思うよ。分かる。そんなに美味しいと思ったんだけど、これここにしか売ってないの？いや他にも売ってるんだけど、ヤフカッカ。あ、コンガムの。本当に美味しい。美味しいよね。おやつだもん。だからねすぐなくなっちゃうの。ちょっとみんな買ってほしい。正直トリュフかも。正直トリュフの方が美味しいかも。わかる。トリュフに卵かけご飯とこれ。美味しい。本当にありがとう。私の知らない世界をいつも教えてくれてありがとう。ありがとう。君のおかげでなんか QOL が上がってる常に。こんなんだって買わないもん。買わないよね。正直買いに行かないよ。多すぎて、美味しくなかったらどうしようと思って買わない。そうだね。確かにそれはそう。1個で買えないから。なんかこういうのとか、あとはまあこういうさスキンケア系、ちょっと愛ちゃんから教えてもらったもの、ぜひこれからソウルに行かれる方はこの愛ちゃんにおすすめ。特にやっぱりこのトリュフのこちらをトンデムンにぜひ買いに。ミニラインの一番上の階、本当にこればらまきにこれマジで一番いいかも。いいよね。それでは1日目終了です。おやすみなさおやすみなさい。い。おはようございます。おはようございます。韓国デイ2始まります。始まります。昨日はね夜中2時ぐらいまで起きたので、そうだね。ちょっとゆっくりめに起きました。今は10時です。10時10分ですね。これから朝ごはんを食べに行きたいと思います。どこに行きますか？ブルチロっていうエリアの、はいはいはい。そこに行って中部市場っていう場所があるんだけど、その付近にあるカフェに行こうかなって思っています。はい、中部市場付近のカフェに行って朝ごはん食べて、また今日も帰国までお買い物とかカフェとかしていきたいと思います。今日帰国がね夜8時だからそうだね。結構夕方まで楽しめます。それではレッツゴー。美味しそう。クロワッサンが有名なお店みたいでいろんなのがあって、塩系とこれなんだろうね、ぬるいチーズ
モカソルト、ヨーグルトソルト、もう塩ベースでいろんなのが売ってたりとか、このガーリックトーストもめっちゃ美味しい。横のこのハニーフレーバーバゲットも上が蜂蜜なんだよ。これ味見してみるな。これも美味しそう。味見なの？バジルトマトバゲット、すごいんだけど、すごいめっちゃ美味しいよ。韓国ってさ、甘じょっぱいが上手だね。あとパン美味しいよね、韓国。パンの生地が美味しい。美味しい。あとこの辺になんかクッキーとかもいっぱい売ってて、このマシュマロクッキーがすごい気になる。ケーキもすっごく美味しそう。はい、朝ごはんです。まずここがなんかクロワッサンがねやっぱり有名ということで、愛ちゃんがこのノーマルのクロワッサンを買いました。塩パン系クロワッサンも美味しそうだった。でもこれはザ・クロワッサンって感じです。で、私は韓国ならではのさつまいもパンにしました。で、そしてこの手前の大きいやつがガーリックバケット。このテリテリしてる上の部分にもガーリックのなんか塗ってて、見てすごいね、韓国のこういう大胆なさパンねえ、もうガーリックパンだったらもうザ・ガーリックゴリゴリいけますよ、口臭なんて気にしませんよみたいな、そんなパンをね買ってみました。そして私はアイスアルグレ。私はホットのアメリカーノです。はい。わ、すごいずっしり。わあ、見て、さつまいもあんみたいな。すごい。本当にさつまいものルックスだ。確かに。かわいい。美味しそう。もちもち系です。美味しい。さつまいも餅だもん。なんか甘すぎない。いいね。ガーリックパン食べてみて。うわ、しみしみすぎて、もうベトベト、手がじゅわじゅわなの。めっちゃ美味しいこれ。なんかすごいね、美味しいね。ひたひたガーリックパンで、ほんと甘じょっぱい。これ周り蜂蜜でコーティングしてんじゃないかって思うぐらい甘じょっぱくて、めっちゃ美味しい。クロワッサンも食べてみて。ここだって名物なんだからね。いただきます。おいしい。サクサクなのにちゃんともちもち感もあって、ほんのり甘いのがマジで私のタイプ。なんかさ、全然甘くないやつとかさ、めっちゃ甘いやつとかいろいろあるじゃん。これはね、ちょうどいい。朝ごはん食べて今から中軍市場に行きます。市場ですね。そう、ここでね、ごま油を買いたいの。ごま油って瓶のそう、出来たてごま油が有名なお店があるのね。出来たてごま油。何それって感じじゃん。この市場は割と調味料とかが結構ね売ってるんだ。そうなんだ、調味料特化の市場なのね。そう、そこに行きます。はい、出来たてごま油を見に行きます。わ、着きました。中部市場に。これごま油、ごまの香りしない。本当だ、ごま油だって。わ、すごい。ごま油の 350ml と180、お試しタイプぐらいの国産ごま油も美味しそう。買えるんだ。買ってこようかな。私しかももさ、ちゃんとさ、梱包してくれる。めっちゃいいね。ごま油の試飲させていただきます。美味しい。わあ、これユッケとかに混ぜたいね。確かにユッケとかに混ぜたら美味しいだろうね。これごまね。黄色いね。全然違う。すっきり美味しい。サラサラ系で。買って帰ろうかな、1本。買いました。ごま油。すごいちゃんとしっかり梱包してくれるから、すごいね。これはね、漏れないね。7時からやってるらしいから、出発前に買うといいかも。確かに。最終日ね、いいよね。自分で使ってもお土産にもいいね。ごま油。はーい。
ハンナムドンのクエルンというシューズのブランドに来ました。ここは愛ちゃんの推しシューズブランドらしくって、今ね愛ちゃんが履いてるこれもクエルンのものです。クエルンはねレザーのシューズなんですけど、本当に滑らかだし履き心地がよくって足痛くなんないんでしょ。足痛くならない。ちょっとね私もねサンダルが欲しいので見ていきたいと思います。かわいい。しかも何ってちゃんとレザーなのにこの金額のあ、本当だ、2万円ぐらい。でクッションとかちゃんと入ってて、本当だ。こういう鼻緒とかさ痛くなりがちだけど違う。ならないんだよ。ならないんだ。黒かわいい。黒かわいいのすごく。でもこれも結構捨てがたいかも。かわいい。繊細な感じで素敵です。おしゃれサンダルっていうか。かわいい。てかなんか安定感っていうかホールド感すごいんだけど。いや黒もかわいい。黒大人っぽいね。履きやすい。履きやすい。しかもさ 22.5 ってあると嬉しいんだよ。あ、そうね、ちっちゃ足サイズね。かわいい。こんなベージュ系のさこういうのなかなかないよね。ない。甲のところの一本線、細い線がすごく効いてる。ジャライというお洋服屋さんに来ました。さっきの靴屋さんから歩いてすぐですね。ここがなんかさ可愛いアンニュインっていうかさ、このシアーな感じのカーディガンだったりとかアースカラーでちょっと韓国っぽいニュアンス、お姉さん感ある。ちょっとセールらしいのでいろいろ着てみたいと思います。可愛いホワイト。明日ももうこのセット買いじゃない？可愛いよね。意可愛い。外にそこまで透けないの。透けないね。そんな上の白のカーディガン可愛すぎる。可愛すぎる。あった。めっちゃお姉さんじゃない？可愛い。可愛い。この抜け感がたまらない。いいね、この落ち感とシアー感が。めっちゃ可愛い。超大人っぽい。そのあなたの今つけてるそのビーズのネックレスにも超合うし、これはもう買い。すごい可愛い。すっごい似合ってるし、なんかスタイルもねよく見える。縦のラインをスッて身長高く見える。そんであなたの後ろのシルエットも可愛い。少し透けてるけどでも嫌な透け方じゃない、ね。だってそれ青っぽいやつだもんね。中のネイビー着てんの。そうだから白着たらもっと目立たなくなると思うし、ペプラムのその下のところがお尻をカバーしてくれてるからショーツも透けないと思う。透けないね。すっごい可愛い。嬉しい。そのショーパンも可愛くない？このショーパン可愛くない？可愛い。ちょっと買いなんだけどぴったりなの。本当だ。私さショーパン欲しかったのね。これ綺麗めに履けるショそうーパンだからいいね。きれいめショーパン。大人大人サマールックだね。そうなの。結構短いんだけどなんだろう、ちょっと大人カラーなのでそんなにキャップとかそうもないね。そう若作り感がないのかななんて、30代でも履けるショーパンかななんて思います。可愛い。いやいいね。天使みたいであなた可愛い。My guitar, but less a towel. I drew my heart a little wall, but I felt things were better now. I belong in your arms. Got a paper cup full of wine. Play the Charles Bridge on the side, with your hand resting under mine. I'm not so out of line. Your point of view, different taste. Walking slow, bumpy pace. Did you know we could fall in love in this moment? So it takes autumn leaves falling down suddenly. It's over now. 夏からOUグラスというそのすりガラス系のね、マットな感じそうがいいね。薄いガラスの食器。これが昨日言った TWL のところとはまた違うラインナップがこのカンナムの親戚でポップアップしてて、ここまでって書いてないよ。グリーンがあります。ここまでポップアップしてきた方がいい。 Stop the time and listen, babe. Live high, fly to the moon. Take a second, rewrite the stars. You're my sweetheart, you're ever glowing, babe. Can you feel my love from afar? はい、タクシーに乗ってこれ
から空港に向かいます。1泊2日の弾丸ソウル旅。いやもうめっちゃ大満足っていうか、何日間滞在したって思ってるもん。わかる。なんか2泊3日とか3泊4日の気分になったっていうぐらい、本当に1日目からお茶をしたりとか、美味しいもの食べたりとか、買い物に行ったりとかっていう、その韓国でやりたいことっていうのをギュッと詰めた、そうだね。そんな1泊2日になりました。愛ちゃんありがとう。愛ちゃんのプランニングがとっても良かったんだと思います。本当にありがとうございます。はい。でいつも私たちのその韓国 Vlog は割と王道なところだったりとか、そういうのをね今まで結構紹介してきたんですけど、今回は王道なところも行ったけど、ちょっとディープなところ、一駅隣とか、そうメインのエリアからちょっとずれたところってわざわざなかなか行くことないけど、やっぱりそこに行くとこうまた新しい発見だったりとか、旬のスポットに行けたりするので、よかったね、めっちゃ。はい、なのでぜひ皆さんのこれから夏休みだったり1泊2日だったら週末とかで弾丸で行けるので、そういう時の旅行にぜひ今回のプランを参考にしていただければなと思います。いやもう本当に楽しかった。今回は一緒に愛ちゃんと旅しました。また次の旅 Vlog でお会いしましょう。バイバーイ。 Take a second, rewrite the stars. Be my sweetheart.